皆さんこんにちは、沖野です。今日はじゃん、後ろに見えてる雷門浅草にやってまいりました。今日は浅草観光をちょっとしていこうかなと思うんですけど、浅草に詳しいあの方が今日はなんと案内してくれるということで、どうぞ。こんにちは、和樹です。ということで今日は和樹さんにちょっと浅草のいろんなところを教えてもらおうかなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。浅草の隠れた魅力を沖野くんに教えようかなって。雷門くらいしかイメージないよね。ここの流れをなんとなく歩くみたいな。雷門と浅草寺くらいしかないよね。なんか今日はあえてそこ外して人多いし、もうちょっとゆっくりできる浅草を紹介したいと思います。ぜひよろしくお願いします。特に今日ちょっと人多すぎて。そうだよね、本当にやばいよね。はい、しかも暑くて28度。やばい。沖野くん長袖長ズボン。そう、もう暑くてちょっとこれたまらないんですけど、なんとか頑張ってやっていきたいと思います。はい。じゃーんということで、今これ浅草なんだっけ、観光センター。観光センターの8階展望台までやってきました。全部見渡せますね。そう、浅草寺も見渡せるし、花屋敷のタワーも見えるし。あれ花屋敷ですか？これ花屋敷の黄色いやつ。行ったことないんですよまだ。で、あっちには有名な浅草ビューホテルっていう左手に反対側見るとスカイツリーも、スカイツリーも見える。朝日ビルも見えるよ。金の。そう、あれはね、生ビールを意識して作られてる建物ですよ。ということで今観光センターの展望台から降りて、はい、なんと和樹さんの浅草おすすめドリンクということで、はい、じゃあスターバックスはい、浅草で一番おすすめのカフェのスターバックスさんで、はい、これはですね、はい、ゆずシトラスティーのパッションティー変更のシトラス果肉追加のベンティーサイズを沖野くんにおごってもらいました。プレゼントしました。ありがとうごこれがざいます。一番美味しい。暑い日はね隅田川沿いを歩きながら、ちょっと次のデートスポットに行きたいと思います。はい、行きましょう。今日これデートってことにしましょう。そうだね、そうしましょう、はい、久しくデートしてないんで。ちなみにここは水上バスの発着場ですね。ここからお台場まで1本で行けるんですよ。なんか前そういう動画出してなかった出した、ね、2000円でお台場まで。てかこれ飲もう。飲みましょう。乾杯。熱い。うん、こうやって混ぜた方がいいんですか？混ぜた方がいいかもね。あそこを今から渡りに行きます。そう、そこの途中にね、ガラスの床があるんで、沖野くんにはそこでジャンプをしてもらおうかな。じゃあ隅田リバーウォークにやってきました。これが何？隅田リバーウォーク。そう、橋です。もうすぐ横に電車、そう、電車がね走ってて、そう。線が。これ下映した方が面白いかな。そうだね。足元こんな感じなんですけど、すぐ横がもう川です。こっからの展望が、すごい、この角度からキリンのビル見ることない。そうだね、朝日のビルね。朝日だったやばい、銘柄間違えないで。沖野くん9年突破したんだよね。そう、9年突破して、でもなんかもういつも同じことばっか話してるから、この話題やめたらみたいなそんなこと言ってたら、ほら沖野さん、ほらこれガラスの床でもなんか全然下見えない。ちゃんと見て、ほら。本当見えてる。これでわかるかな。乗ってごらん。乗ってみて。でもね、こういうのは平気かも。嘘、ジャンプしてみて高所恐怖症じゃないんだ。なんかジェットコースターは平気なるほど。で、どっちかっていうと観覧車とかの方がちょっと怖い。そんな観覧車とかさ、ちょっと置いといて見て、ほら。恋人の聖地。これどうすればいいんだろう。英語が読めないから。ユミカツララバーズサンクチュアリー。そこまでは分かりますよ。 Here I diff。 まあここにつければ永遠の愛になるよっていうことだと思う、きっと。沖野くん、じゃあ彼氏できたらここにね。そうですね、来ます。つけに来てください。待っといてください。はい、未来の彼氏さん。
この間青チャンネルとコラボしてたじゃん、はいはいなんはいかそれを見るときになんかすごいなんかこうなんて表現していいか分かんない気持ちになったのね、今彼が元彼と遊んでるのを見てる気持ち。ああ、なるほど。なんか元彼と一緒にいる。じゃあ今彼だからなんか今彼でした。今彼が元彼と遊んでる感じを見てる感じみたいな。だから元彼とはもう疎遠なんだけど今彼とは今彼とは仲いいじゃんみたいな、なんて言えばいいの、そういう感じ。でもそれで言ったら和樹さんは絶対覚えてると思いますけど、自分初めての沖縄スタイルの、コラボしたの、青チャンネルさんだったんで。そうだよね。そう中身入れ替わってるっていうか、そう複雑そうって思いながらね、3分くらい見た。ありがとうございます。涼しくなったね。なんか涼しくなった。ちょっとでこの目の前が隅田公園発展場です。ここそう発展公園。皆さんダメですよ、ダメ、公共の場で。公共の場は家で発展してください。そうここもさ、最近こうちょっと気になった人と一緒にデートしたスポットなんですよ。そういえばもう終わりましたけど。終わったんだ。浅草でもこの辺ほんと静かだし。そうでここは本当に桜がすごい綺麗に咲いてて、この後ろに映ってるね木、桜なんですよね。そう全部桜なんですよ。もう今ちょっと葉っぱですけど、そうすごいロマンチックなデートしたんですよ。すごいここ桜並木らしいです。そうでもいいな、なんかデートっぽいデートマジでしてないかも。そうリアルはするから、ご飯行くとかお茶する、お酒飲むとかそのぐらいはするけど、ただこういうとこ歩くとか、なんか水族館行くとか、そういうなんかデートっぽいデートマジでいつ最後みたいな。なんかさリアルでデートすればそういう水族館行きましょうデート。でもなんかそれって個人的に1回目じゃないんですよ。だから違うの。なんかあえてその沖野くん的なこうさ今までのセオリーを一回ちょっと置いといてみる。なんかだってね、聞けばよ、初めて会うのにディズニー行く人とかいるんだよ。いやだから価値観と思う。いやでしょ価値観すごいって思う。なんか多分さ、俺さ沖野くんのリアルってさイメージね、面接してるような気がするんだよね。はじめまして、お名前はみたいな。あ、こういう人か。あ、なるほどなるほど。はいはいはい、チェック項目ね。はい、チェック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 。そうどうなんだろう。わかんない。どうですか。もうちょっと自分的には楽しんでるつもりだけど、いや沖野くんのそのリアルをした人に俺話を聞いてみたいの。どうだった。なんかこうお店の来たお客さんでさ、今度リアルするんだよねって言われて、誰誰って見た時に沖野くんじゃんみたいなのが欲しい。なるほどなるほどなるほど。ちょっと感想聞かせて。いやでも個人的にそれで言うと、いいなって思った人の SNS 飛んだ時に、共通の知り合いとかいるとちょっとこのまま行くかどうか迷うなっていう時ある。共通いない方がいいの。なんで。なんか関係あったら嫌だから。そこ嫉妬するの。するかも。意外。俺逆に共通多い方がいいかも。束バックするしないけど、でもどの程度、あと相手によるかな。じゃあさ、例えば彼氏が YouTuber だとするじゃん、押しボタン式って書いてある。恋話しすぎてまさかの押しボタン押してなかったんですけど、ちょっとなんか長いなって思ったんですよ。俺も思った。全然2人とも気づかなかった。だから彼氏がその元彼とコラボとかしたら嫌だ。いやコラボだったらいいかな別に。じゃあ2人でご飯行ってるとか。普通にご飯も別にいいかも。別に推奨しないけど、なんか嘘つかれてとかじゃなければ。なるほどね。泊まりはちょっとあれかも。ダメ。なるほど。でも俺さ、浮気するんだったら元彼だと思うんだよ。他の男には目いかないけど、多分元彼だったらワンチャン浮気するかもっていつも思う。そうだから元彼と会うのめっちゃ嫌なの。2人でご飯もちょっとダメ。もうだから元彼と SNS つながるとかも嫌。もう全部関係切ってほしい元彼はっていうタイプ。じゃあそこまでではないか。自分がそうだからね。自分が心を弱ってる時に元彼キュッて来ちゃったら行っちゃう可能性あるから。そう相手がそうじゃなかったとしても不安になっちゃう。不安になっちゃう。沖野くんってさ、相手にさその好きって伝わりやすい。好きになったら多分伝わりやすいかも。けど好きになるまでが長すぎるかも。そうだよね。
分沖野君はもっと性欲があればいい。ああ、なんか別にあるけど、なんかそれのためにめちゃ動く人とかいるけど、そういう感じじゃないかも。そうだよね、でもそこがあったらまた全然違った気がするよ。なんかそれで言うと個人的に最近気になってるトピックがあって、セックスレスになるカップルめちゃくちゃ多い、でまあ別にそれは分かる、けどなんかこっちの人ってその割に、まあ、こっちの人も限らないかもだけど、付き合う前に、その相性を確かめておきたいっていう人も、結構比率絶対男女のカップルより多いと思ってて。そうだね、なんか試乗しないで車買わないでしょみたいな。そうそうそう。でもその割にレスになるの早くねって思ってて。分かるかもしれない。それに対しては問題提起したいと思う、確かに沖野君そのさ、すごい古い過去を思い出してほしいんだけど、レスなった？いや、なってない。別れる1週間前ぐらいまでやってた。すごいね。それ頻度は週1とか、まあ週1でやってて、まあ絶対やるわけじゃないけど、まあ止まったらやること多いかなみたいなっていう人からすると本当にその問題提起だね、それはね。そう、なんかみんなあんなに「いや相性大事だから」って言いながら、なんか3ヶ月半年とかですぐレスになって「いやうちオープンだから」とか言ってる人がいて、いや別にオープンでもいいんだけど、じゃあ確かめるは何だったんだろうって別に確かめなくてよかったじゃんって思っちゃう。ただそれだけ。でもわかるよ。やることに理由をつけたい人多くない？そうなのかな。正当化したいんじゃないの？そのなんでただやるだけをさ、なんか後ろめたく思ってしまってるんじゃない？そういう人。なんかそれだったら別に付き合う前にやるのがダメとも言わないし、別に付き合った後にレスになるのも別にしょうがないと思うからいいんだけど、なんかそこがつながってないっていうのだけ気になってる。わかるわかる。そうだから別にやりたい人は付き合う前やって、ただ言い訳に相性そしたら言わないで。そうだよね。本当だよね。だから別にやること悪くないからね。だから何っていうただ最近それ気になって。でもそれはどこにいても話題に上がるよね。で特にこっちの場合だとさ、なんかポジションとかそういうのもあるから、そうだね。まあ分かるんだけど、その割にじゃあ付き合った後なんか全うしろよと思って。そうだね。すごい結構恋話したね。ね、なんだかんだ浅草デートとか言いながらね。この有名な浅草メンチいただきます。そう。あぐかく。シンプルに美味しいメンチ。なんかお手軽だし、来たらとりあえず食べてほしい。350円。これ、和樹さんは何回も食べたことあるんですか？なんかよく差し入れでもらう。確かに、なんか万人受けする味かも。いただきます。続いてチーズメンチカツ。超のビールチーズメンチカツ、これもなんか有名らしくていただきます。なんか俵型じゃなくて丸っこいね。かわいい。伸びるかな。あれ、池野さんもう一回チャレンジしよう。まだチーズはたっぷり入ってるんで、まだチャレンジ可能。おお。伸ばせました。成功。成功。よかった、今回成功して。はい、成功です。美味しいし楽しい。楽しい。美味しい楽しい。嬉しい楽しい。大好き。さすが昭和生まれ。一口目むずいのかも。一口目はまずメンチの味を楽しんで、二口目が勝負です。いけます。お願いします。上手。あ、綺麗。あ、しかも大胆。あ、すごいなんかフォトジェニックなことしてくれた。あ、すごい上手でした。ぜひ皆さんも小のビールメンチカツ食べてみてください。うまいね、美味しい。はい、ということで今日のスタート場所の雷門に戻ってきました。今どのぐらい1時間半とか1時間半とか2時間ちょっとないくらいですかね。多分普段この雷門から浅草寺まで歩くみたいな観光のパターンが多いと思うんですけど、今日はちょっと違うね。結構夜とか雰囲気出そうなそう
場所だったんで、ちょっと気になってる人だったりとか、マンネリ打破したいカップルとか、はい、そういう人におすすめかもしれないです。おすすめです。僕の方のチャンネルにもそうひろくんいっぱい出てるので。そうなんですよ。今日はその合間合間でお互いのカメラ回すみたいなちょっと新しい試みをやってみたので、どっちも見てもらえたら多分こんなこと間に話してたんだとか分かるので、ぜひ見てみてください。じゃあバイバーイ。